さあ始まりました。元美容師による古民家 DIY の時間です。今回の DIY は床の間。天井はこんな感じで、壁もねちょっと傷んではいるんですよね。こう掘れてたりとか。それではまずこの上塗りの部分を剥がしていきます。こういう感じで薄皮1枚剥がすような感じでいきたいんですよね。これが上塗りの部分です。おお、こうなると気持ちいい。おおおおおおいいね。床の間の仕上がりイメージはこんな感じ。上部につくこのパーツができましたので、先にこの中の珪藻土を塗っていきます。
現状上塗りを取って今中塗りのむき出しの状態なんで、まずは下地処理からやっていきます。中塗りがむき出しの状態ではこう触るとね、もうポロ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 こう落ちるんですけど、ベストアンダー入れて乾くともうポロポロ落ちなくなります。まずは水を2リットルで、この珪藻土の機材以外にこのボンドとカラーが入ってます。で、先にこのボンドを入れます。次カラー、これで一度混ぜます。あとは硬さ見ながら水を加えて調節するみたいです。これぐらいで一回塗ってみよう。あんまり柔らかすぎたらね、ボタボタ落ちて塗りにくいんですよね。今回は思いっきり和風な感じでこうザラザラした感じに仕上がるはずなんですよね、これが。次はオレンジ。おお、すごいすごい色。怖っ。すごい色だ。大丈夫かな。オレンジ通り越してるかもしれん。さあどう出るか。
しょ。首痛い。オッケー。できたぞ。よし。よし。もう動けない。今回はこの欅の一枚板を床の間の床に据えたいと思います。ちょっとほったらかしにしてる間に随分なんか汚れてしまいましたね。じゃあまずは掃除から。まずは120番でやっていきます。なんか独特の匂いです。これ何の匂いだろう。これじゃん、猫のおしっこ。いやもう間違いない、ここおしっこかけられてますね。なんかね、家の中なんか猫のおしっこ臭いなっていう疑惑があって、ここにかけられてますね。これ玄関とかにポンと置いてあったんで、なんか玄関周りおしっこの匂いするなと思ったら、もうこれです。発見した。
最後までご視聴ありがとうございます。これで床の間が終わりました。結構ね、いい雰囲気に仕上がって、オレンジどうかなって最初思ったんですよ。もう、現役のね、液を出した時は真っ赤っかで、これ大丈夫かみたいな思いだったんですけども、塗ってみるとね、僕の思い描いたオレンジだったんで、よかったです。で、欅のね、一枚も相当重たかったですけど、この古民家、すごい空き家の年数長くて、猫が結構遊びに来てたんですね。僕、欅の一枚板を玄関のところに置いてたんで、確実にね、猫におしっこされてましたね。匂い消しとかね、振って、なんとか、匂いはね、収まってんのかな。これからね、消えてくれると信じて、匂い消しを振り続けたいと思います。今回使った珪藻土も、なんかつぶつぶで、ちょっとザラッとしてるんですね。結構僕の中で塗りやすかったですね。面を出さなくていいみたいな。粗が見えづらい感じがしました。で、次は床の間の横ですね、押し入れに行きますので、押し入れのリメイクぜひぜひご視聴してみてください。想像と想像、 DIY は人生だ。